ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、ディズニーの実写版、モアナと伝説の海が、歴史的な興行成績の失敗に終わりそうだという話題についてよ。現在、数週間にわたって、興行収入の予測が着実に低下していて、ディズニーの近年最大の劇場での失敗作である、白雪姫と、ほぼ互角の数字になってしまっているの。モアナの実写版って、ディズニーの今年一番の超大作やなかったと？ニュースでも、あの大ヒットアニメが実写化ってめっちゃ大々的に宣伝しとったやん。それが大爆死したって言われとる白雪姫と同じレベルになっとると？なんばしとっと。天下のディズニーさんがまた盛大にやらかしたってことやね。今日は実写版モアナと伝説の海の絶望的な興行収入予測と巨額の赤字の全貌。そしてなぜディズニーの実写リメイク戦略が観客から見放されてしまったのかについて徹底的に解説していくよ。絶対に儲かるはずのモアナで大こけするなんて裏でとんでもない事情がありそうばい。表面的なニュースじゃわからんようなディズニーのやばい現状をしっかり聞かせてもらうけんね。それじゃあ順番に見ていくよ。まず、かつてはディズニーの2026年最大のヒット作の一つになると予想されていたこの作品だけど、最新の業界予測では国内でのオープニング興行収入が4000万ドルから4500万ドルにまで落ち込むと見込まれているの。4000万ドルって、日本円にしたら数十億円やけど、ハリウッドの超大作としては全然足りん数字やろ？最初はもっと期待されとったんやないの？その通りだよ。ほんの数日前までは当初の6000万ドル以上という期待が消え去って予想額はすでに4000万ドル台後半まで下がっていたの。でも今となってはその下がった予想額でさえ楽観的すぎると思われている状態なのよ。プロのアナリストたちからもっと下がるやろって見放されとるんやね。公開前から完全におつやモードバイ。デッドラインの最新報道によるとね、初日の興行収入は1700万ドルにとどまり、公開初週末の興行収入は全世界で合わせても9500万ドルのオープニング興行収入にとどまって、最終的にはなんと1億ドルから1億2500万ドルの損失を出す見込みだと報じられているの。1億ドル以上の赤字？それって会社の偉い人の首が何人も飛ぶレベルの大惨事やん。でもさっき、白雪姫と互角って言いよったけど、あの白雪姫でどれくらいこけたん？もし、この予測数字が維持されれば、モアナは今年初めに公開された白雪姫とほぼ同じ興行成績でデビューすることになるのよ。白雪姫はプレビュー上映を含めた初日興行収入が1620万ドルで、その後のオープニング週末で4220万ドルという結果だったの。なるほど。大炎上してファンからボイコットされた白雪姫と全く同じスタートラインに立っとるわけやね。ディズニーからしたら思い出したくもない黒歴史の再来売。この比較はディズニー社内で大きな警鐘を鳴らすべき事態だと言われているの。期待外れのオープニング結果だけでも懸念材料なのに、映画の莫大な予算と合わせて考えると、事態はさらに深刻になるんだよ。実写化って CG とかめっちゃ使いそうやけん。お金はかかっとるやろうね。具体的にどれくらいお金使ったと？バラエティの確認によるとね、実写版、モアナと伝説の海の制作費は、マーケティング費用を除いて約2億5000万ドルだったそうなの。2億5000万ドル？作るだけでそんなにかかっとると。さらに、世界的なマーケティングキャンペーン、つまり、宣伝費に1億ドルから1億5000万ドル程度が使われると見込まれているの。これを足すと、ディズニーの相当資額は、なんと3億5000万ドルから4億ドル程度にまで膨れ上がるんだよ。4億ドル？もう数字がでかすぎて頭がクラクラするばい。それだけのお金をつぎ込んどるのに、最初の週末で4000万ドルしか稼げんって、完全に赤字確定やん。映画が収益を上げるには、一般的に制作費の約 2.5 倍の興行収入が必要だという従来の劇場興行の目安があるの。これを用いると、モアナは劇場公開で損益分岐点に近づくだけでも、全世界で6億2500万ドルから7億ドル程度の興行収入が必要になる計算なのよ。7億ドル稼いで、やっとトントンってこと？そんなハードル高すぎるやろ。スタートでずっこけとるのに、そんなゴールに届くわけなかばい。マーケティング費用がもっとかかっとったら、さらにやばいんやろ？そうなの。マーケティング費用が業界予測の上限に達していた場合、資金面でのハードルはさらに高くなるの。だからこそ、国内市場での低調なスタートは特に危険だと言われているんだよ。そりゃ相対。
最初の勢いがない映画が、後からじわじわ7億ドルまで伸びるなんて奇跡に近いけんね。でも、なんでこんなに誰も見に行かんと？モアナってめっちゃ人気のアニメやったやん。モアナと白雪姫の類似点は、もはや無視できないほど顕著になってきているの。どちらもディズニーの人気アニメーション名作を実写化した高額なリメイク作品だよね。そして、どちらもディズニーのリメイク戦略に対する観客の飽きが高まっている時期に公開されたの。また実写化かよ、もうええわっていう視聴者のうんざり感が爆発しとるんやね。さらに、致命的なのは、どちらも批評家からの評価が芳しくないことなの。実写版、モアナと伝説の海は、現在、有名な映画レビューサイトのロッテントマトで約 34% という低い評価になっているのよ。ちなみに、白雪姫でさえ 39% だったから、モアナは、それよりも、さらに低い数字を叩き出しているの。はぁ？ボロクソに叩かれた白雪姫より評価が低いと。どんだけ中身すっかすかなん。そりゃあ、誰も見に行かんわ。ここで、ネットのみんなの反応も気になるばい。なんて言いよると？ネットユーザーからの反応をいくつか紹介すると、ロッテントマトで 34% はひどすぎる。アニメの美しい世界観が台無しになっている証拠だ。白雪姫の大爆死から何も学んでいない。ディズニーは実写化ビジネスをもうやめるべきだ。アニメ版へのリスペクトが全く感じられない。高いチケット代を払って見る価値はないよ。ポリコレを意識しすぎて、純粋なエンターテインメントとしての面白さを失っているといったように、ファンからの失望と怒りの声が殺到しているの。やっぱりね、視聴者は賢いけん、中身のない映画には絶対にお金を払わんばい。白雪姫は公開当初の不振から立ち直れずに歴史的な大こけをしたけど、モアナも完全に同じ運命をたどりそうやね。ディズニーはモアナがそのような運命を免れることを願っているだろうけど、初期の兆候はこれ以上ないほど芳しくないの。でもね、葵。おそらくモアナが抱える最大の問題は映画の出来栄えそのものではないかもしれないの。ここで、この映画がなぜここまで観客から無視されているのか、その決定的な敗因であるタイミングとライバルについて核心に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。実は、この大爆死の最大の原因は、タイミングの問題だと言われているの。タイミング？公開する時期が悪かったと？実は、ディズニーは、大ヒットしたアニメーション映画の続編、モアナと伝説の海、第2作を、わずか2年前に公開したばかりなのよ。ああ。そういえば、こないだアニメの続編やっとったばい。そうなの。多くの家族にとって、この物語は、実写版リメイクを正当化するほど古いものではないと感じられているのよ。ライオンキングや美女と野獣のように、オリジナル公開から数十年経ってから古典作品をリメイクした作品とは、全く状況が違うの。なるほどね。お父さんお母さんが子供の頃に見た名作を自分の子供に見せたいっていう懐かしさが全くないんや。だって、ついこないだアニメで見たばっかりのキャラクターを、なんでわざわざ実写でもう一回見ないかんと？ってなるばい。その通りだよ。モアナは今なお絶大な人気を誇っていて、現代的な感覚も持ち合わせている作品なの。それなのに無理やり実写化しようとするから、視聴者はなぜこのバージョンが存在するのかと単純に疑問に思っているのよ。ディズニープラスでアニメ版見れば十分やんって思われとるんやね。そりゃあチケット代払ってまで映画館には行かんばい。しかもチケット価格が高騰し続けている今の時代、家族連れが映画館で見る作品をますます厳選するようになっているから、この問題はさらに重要になってくるの。さらに、ディズニーは競争の激しいファミリー市場という大きな課題にも直面しているのよ。他に強いライバル映画がおると？そうなの。同じディズニーグループのピクサー映画トイストーリー5が公開から数週間経ってもなお観客を引きつけ続けているの。さらにユニバーサルのミニオンズ&モンスターズも予想を下回る興行成績とはいえ若い観客層を依然としてしっかり引きつけているのよ。トイストーリーとミニオンズ。子供が絶対に見たいやつやん。ライバルが強すぎるばい。モアナは夏の必見ファミリーイベントになるどころか、多くの親がすでに映画チケットに十分お金を使ったと考えるかもしれない時期に同じ観客層を奪い合っている状態なの。親からしたら、こないだ映画館連れて行ったばっかりやろ。モアナは配信で我慢しなさいってなるに決まっとるたい。完全に戦略ミスやね。
ディズニーは今後1ヶ月間、家族向け映画の直接的な競合が比較的少ないことから恩恵を受ける可能性はあるけれど、これほど期待外れのスタートを切ったことを挽回するためには、並外れた持続力が必要になるの。でも、それは非常に難しいだろうと見られているよ。これだけ悪条件が揃っとったら、奇跡の V 字回復なんて夢のまた夢ばい。ディズニーの実写リメイク戦略は過去10年間で数々の大ヒット作を生み出してきたの。でも、近年の状況は全く異なっているのよ。白雪姫の興行的な大失敗の後、ディズニーはモアナによって観客が依然としてこうした高額なアニメーション古典作品の再解釈を求めていることを投資家に確信させる必要があったんだよ。まだ実写化ビジネスは儲かりますよ。で株主たちにアピールしたかったんやね。でも、結果は真逆になったと。最新の予測では正反対の結果が示されているの。もし、モアナの興行収入が最終的に4000万ドル前後でスタートしたとしたら、それは単に、またしても期待外れの週末となったというだけでは済まされないの。じゃあ、どうなると？これは、ディズニーの実写リメイク制作体制が、ついに勢いを失いつつあるのかどうか、という疑問を、業界全体に、さらに深く投げかけることになるの。つまり、ディズニーの実写化ビジネスそのものの、終焉を意味するかもしれないんだよ。ついに、メッキが剥がれ落ちたってことやね。過去の遺産を食いつぶすだけのやり方は、もうお客さんには通用せんって言葉い。制作費が2億5000万ドルとも報じられているこの映画にとって、今週末は興行収入面での苦境という、またしても長く高額な道のりの始まりとなるかもしれないの。ディズニーがこの巨大な赤字とどう向き合っていくのか、今後の動向から目が離せないよ。映画会社もいい加減お客さんが本当に見たい新しい物語を作らんと、どんどんファンが離れていくばい。高い勉強代になったね。ということで、今日は実写版モアナと伝説の海の絶望的な興行収入予測とディズニーの実写リメイク戦略の崩壊という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。